ようございます。おはようございます。本日5月10日ということで、大盆栽祭り、大変多くの皆様にお越しいただきまして、無事開催することができました。お越しいただいた皆様、誠にありがとうございました。昨年以上にですね、3日、そして5日の方ですね、人がたくさん来ていただいたかなというふうに思っております。4日ですね、ちょっと雨予報があったので、影響もあるかなと思ったんですけど、ちょっとスロースタートだったかなという印象だったので、何か4日に向けてできればということを来年は考えておりますので、その辺も反省を生かしつつ、さらにパワーアップして戻っていきたいと思いますので、まずはお越しいただいた皆様ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。ということで、大盆栽祭りで売れ残ってしまったやつをやろうっていうことで悲しいやつですね。はい、でもそれいい木だよね。いい木ですよ。1位の値段もついてましたけど、はい、1位の木です。だいぶ古くて、ここら辺も捻転しております。素材としてはすごくいい木なんですけど、なぜか残ってしまってっていうことで。高かったんじゃないですか。高かったのかな。1ってでもそのサイズ高いですよね。高いですよ。てかないんで、素材が。だから結局どう作っていいか分かんなかったのかなとか思いつつ、じゃあせっかくだったら僕作ってみようかなと思い、今日動画を撮っております。はい。ということで、今日はですね、1の針金掛けと製紙をして綺麗な商品にしていく動画をやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。いくらなんて書いてあるの？9万5,000円。安くない？安いでしょ。安いよね。安いですよ。もっと高いと思った。だってもっと高いよ。高いよね。綺麗に作るからも高くしちゃうよ。視聴者さん、1って結構この値段で買えないイメージだけどな。いや本当ですよ。今しかも商品が非常にブームですので、これちゃんと作り込んでいけば、席でも使えるような木になってくると思いますね。天然のやつじゃないから結局人がずっと挿し木で作ってった素材にはなるけども、やっぱりこれだけ捻転はしてるし、このサイズにコンパクトに収まっているので、非常にできたらかっこいい木になると思うんで、一旦ねちょっと枝が少ないところとかあるから完成木には持っていけないとは思いますけど、骨格作りだけは作っていこうかなと思いますので、はい、やっていきます。でまずこの木の特徴としましては、何回も言う通りここの非常に捻転した幹ですね。でシャリもいくつか入ってます。この辺も拡張してあげると非常にいい木になっていくんじゃないかなと思いますが、一旦ちょっと針金掛けで作っていこうと思ってます。挿し枝ですね、非常に長くこう伸びているんですけど、正直これを全部使うとですね、こう下に行き過ぎてしまうというか、もう少し模様着的な形で半剣的な感じになっちゃうので、もう少し模様着みたいな感じで作っていければなと思ってますので、この辺はある程度のところで後で切ります。はい、この頭の部分と返しの枝はですね、意外と枝が充実してます。なので格好はついてくるんじゃないかなとは思ってます。でただ長いところとかありますので、そういうところはあらかじめ初めにですねちょっと切ってしまいますので、そういうのを最初の作業としてやっていきたいと思ってます。でまず枯れた枝があります。黄色くなっちゃってる葉っぱですね、心拍の戸屋にかかった時の葉っぱと同じようにですね、ポロポロ取れてきますので、こういう葉っぱは取ってしまいましょう。その方が針金掛けもやりやすくなります。あとはこの辺の枝ですね、枯れてしまった枝があります。こういうものはもう使いませんので切ってしまいましょう。ただこの枝非常にちっちゃく出てきてます。こういう枝をですね生かして作っていかないと枝が間延びした木になってしまいますので、こういうのは大事に、先端の長いのを取っていくというイメージで作業をやっていきましょう。なのでここの頭の部分、ここの部分はですね非常に長い枝がありますね、先の方に。で枯れた枝があるので、この枯れた枝だけ切ってもいいんですが、ちっちゃくここに芽があります。その奥にこれですね、これを使えばいいので、こういうところを切ってしまって立て替えるっていう形でやっていきましょう。これもそうですね。これもちょっと長いですね。こういう松みたいですね。そうですね。
だから胴吹きはまだしやすい方だなと思ってますんで、心拍ほどババババって出るわけではないんですけど、ただ非常に建て替えはしやすい木になりますので、そういう芽があったら大事にこう見越して残してあげてください。枝枯れもしやすいってこと？ちょっと蒸れやすいので、中の方が枯れる場合はあります。はい。ただ木自体ね、非常に寒さにも強いところはあり、ただちょっと夏の暑さに弱かったりとかもあるんで、心拍ほどもうほんと強靭な樹木っていうわけではないんですけど、とはいえね、非常に面白い性質のある木で、この大きさではないですけどお花が咲いたりとか、でその実も食べれますからね、イチの場合は。でイチ自体毒があるんで、はい、だからどこに？全部が毒なんです、これ。葉っぱ？はい、人間が食べるとするとね。けど完熟した実だけは食べれるんです。なのですごく面白い木ですね。でまた木質が硬いので有名なので、杓ですね。杓？イチの杓です。聖徳太子の。そうにも使われるような木材ですので、非常に硬い性質があります。はい、ただ枝先は非常に柔らかいんですね。なので心拍とまた別で特徴のある木で、僕は結構好きな木です。はい。シャリがいいですよね。シャリ芸がいいですね。本当に一得意な方はすごく綺麗なシャリも作りますし、木村さんとかもね、すごい一あるけど、他の業者さんとかも結構面白く作っていきますね、この木を。下枝のところですね、こんだけ長くはいらないかなと思ってます。どこぐらいまで使うかな。この枝を下げるから、それが特徴なのかなとか思った。特徴だけど使いづらいですよね。使いにくいんだ。やっぱり想定するのは商品飾りなので、そこでこういうのはなかなか使いづらい。種出しとかでって言っても木型が模様木の木型だから、このぐらいじゃないかな、使ってもね。この長いところを切っちゃうかな。で一旦ちょっとすごく細い枝に立て替えてしまうので、貧弱に見えてしまうかもしれないですね、この下枝の部分が。ただ一回元気をどんどんここの枝につけていけば迫力が出てきますし、また上の方の枝でカバーして豪華には見せていきますので、じゃあここで切っちゃいましょうかね。ここで切るかね。こうして作るか。これはこういうこのぐらいの色でだいたいちょっと枯れてきちゃうような枝ですね。なのでこういうのも取ってきました。1位の置き場とかは気にしなくていいの？やっぱり若干日陰の方がいいです。木漏れ日が当たる、木漏れ日っていう言い方あれか、完全なる直射日光よりかは寒冷車とか、あと木陰ですよね。そういうような場所に置いといていただいた方がいいかなと思います。木村さんも完全に木の下に置いてますし、どっちかというとすごく暑さに強い木でもないので、どっちかというと北の方の木ですから、北海道とかだったら温湖って言ったりしますけど、暑さ耐性っていうのはそこまでないかもしれない。だから直射日光だけでも避けてあげる、ガンガン照りは避けていただければいいんじゃないかなと思います。ただヨーロッパの方では非常に人気ですよね、1位はね。あるのかな？ありますし、またその元気に育ちますから、特性が似ているっていうのもあって、ドイツとかだと結構人気ですよね。芽を摘む時なんですけど、手でこう芽出しの時にこうやって摘んでも大丈夫です。心拍と同じようにですね。そうするとこの元からまた新しいのが出てきます。でまた切る時はこの同じようにですね、心拍と同じようにこうやってバシッてやるとこう全部黄色くなっちゃうので、この軸だけをしっかり切ってあげると。斜めに。そう、間にこうやって葉っぱと葉っぱの間にハサミを入れて、それを切るっていう感じでやると切り口が1個になって葉っぱが綺麗に剪定することができますので、こういう感じですね。でただこのぐらいの葉っぱの量にしてしまうと
このまま枯れてしまう場合が多いんですよ。はいはい。なのである程度やっぱり残して積んであげた方がいいです。でもし多すぎるなと思うんだったら、まあ、こうやって剪定するのもいいですし、もう芽を1個こうやって取ってしまうとかね、そうやってやってあげた方が綺麗にはできるかもしれない。やっぱ目摘みとかもするんですね。目摘みもします。やっぱりどんどんすごく伸びてしまう品種なんですよ。なので取ってあげたりするとまた懐の方から出てきたりとかしますので。はい。1売ってるかな？お祭りで売ってた1？いや、1売ってるとこなかった。まああるんでしょうけど、あんまりその1専門はないですよ。もちろん1専門はあんま聞かないね。どうしてもやっぱこの辺の関東だとどうしても弱ってきちゃうっていう面があって、そう敬遠されてるところはあるので、業者がまず扱わなかったりとかするんですよ。なるほどね。昔人気だったりとかって言って今は出てないのとかもあるので、エゾマツとかもね、だからそういうのは逆に生かし方をどんどん考えていきたいなとは思いますけどね。挿し木はつきますよね。挿し木もちろんつきますよ。種もできるしね。ぜひ増やしてね。逆にイチイとかエゾマツを強い園とかだったらね、業者新しく始めんならそっち強くしても面白いかもしれない。まあそうですね。ただね、そこまでそのバンバン売れるかは分かんないです社長、これ私が畳み込んだ1。お、いいじゃん。いいね。これはさ、ボディができてるでしょ。ボディできたね。どうやって枝作るのかなと思って。結局胴吹きしないといけないんですよね、これね。そうだからまあ先端は詰めていった方がいいんじゃないかなと思うけど、どんどん外に行きやすい木だから、バツバツってやると中の方から出てくると思うんで。芽を摘んで。そう。これでもこのまま伸ばした方が太りますよね。太るは太る。一回このまま太らせていくっていう認識でいいですか。どのぐらいの大きさにしたいかですよね。やっぱこれを作りたいじゃないですか。これ作りたい。これをまず鉢は大きくしないといけないですね。もっと今日はいいんだ。鉢を大きくしたらもうバンバン大きくなってるからね。こういうのは大事にしたいですね。ちっちゃいやつね。どうですか。こういうのね。これはね、下の方あるから。そう。こういうの使ってこうやって作っていって。天井にしてね。まあ一旦太らす方向でいいかな。で吹かせるの待てばいいんだ。ちゃんとね、太らせる枝は1個ぐらいでいいと思いますよ。減らしていい？光当てないといけないから。結構蒸れやすいからこの木は。いわゆる手帳枝みたいな一本作っといて。そう。これか芯のやつか。そうだ、この辺とか取っちゃってもいいじゃん。どうせ使わないし。この辺とかね。どうせ使わないし。でこれを伸ばすと。こういうのは残していいの？こっちの方が強そうだよね。芯みたい。でももっと光当てんだったらこうやってやる。本当だからたまにね、黒松とかである太らせるそうやつだね。中にちゃんと光が当たるように、蒸れないようにしてあげる。こっちはこのままでいいですかね。だからどういう大きさにしたいかだよね。いや、これだってば。でもやっぱりその畑じゃない土鉢とか大きくしてね。やってあげた方がいいよね。肥料をあげてね、バンバン。このサイズでも挿し木から伸びて畳み込んでって感じで作れる。そうだから結局先にって言っちゃう木だから、やっぱり詰めるとこ詰めとかないと、中に吹いてこないんで、ミニサイズもできますよと。できますということでした。そうしましたら針金をかけていきます。まず下枝からですね。結構エゾマツとかイチってだいぶその細かく針金をかけないと結構形が決まらないんですよ。なので、若干包帯ぐるぐる巻きまではいかないけども、全体の枝にはかけていこうとは思ってます。もう針金かけは同じ感じで。そうですね。曲げるときにちょっと硬いから折れたりするの？いや、硬いっていうのはその枝自体はそんな硬くないんですよ。その木質、その削る時が硬いんですよ。そう。梅みたいな。
まあそんな感じ、でも梅ほどその枝は硬くないですよ、柔らかい方逆に。葉っぱの間に入れていきましょう。下枝できました。おお、すごい。で今度はこの上に来る枝を作っていきますけど、ちょっと長いんで、だいぶ詰めていきます、はい。これじゃあさ、伸びてったらそこ積んでく感じ？棚のところからピューって伸びちゃうよね。そうそう、だからあれ心拍と一緒なんですよ本当は。心拍と全然一緒なんだけど、ただ葉っぱが違うじゃないですか、だから例えばこの葉っぱが枝になるかっていうとそうではないんですよ、真ん中とかこういうところからの芽がなるんだけど、五葉松みたいな感じでね、こう芽があって、この真ん中から芽が出てくるんですよ、次のね。で脇芽とかもたまに出てくるんだけど、それは軸から出てくるんですよね、けど心拍ってこの一本の葉っぱからここから出てくる場合とかたまにあるんですよ、その辺はちょっと芽の出方が違うんですけど、でもなんかすごい若いカップル増えたよねって思いました。お祭り？すごい嬉しいですよ、なんかね。まあ確かにね。僕来た頃全然だったもん。でも最初のお祭りの時に、若いカップルが盆栽系の T シャツ着てた写真撮ったり、そうだね。あれが珍しかったもんね、すごい。今そんなに結構いるもんね、若い人たち。おそろっちで、コーデでみたいな、ありがとうございますみたいな、嬉しいっすよね。貢献してるよね。してるよ本当に。ね、盆栽アワード欲しいね。盆栽アワードね。盆栽アワード。2016。最も盆栽業界に貢献した人に贈られる。お待ちしております。ご覧ください。はい。ここ見えます？葉先。何それが？これ懐芽が出る瞬間です。これ。そうなんだ。これ。ちょんってやつ？そう。それが芽になんだ。芽になります。こういうの大事にしていけば、その後こういうのになりますから。そうなんだ。そうするとここまで追い込めるようになるんです。ここもそうです。これでそう。ほら見て。これ。こういうのを大事にしていただくと非常に詰まっていきますので、小さくできると。そう。はい。今返しの枝ですね。逆の枝と裏枝できました。本当にピチッとかけてる感じですけど、あれだね、まだちょっとスカスカというか。そうですね。でもまたどんどん動吹きしているので、それらが出てきてくれればもっと詰まってきますし、逆に抜いてるぐらいです。長すぎるやつだとか、またちょっと多すぎるところは抜いて全体のバランスを合わせようとしてる。これもやっぱ目摘みとかしていくと、棚が豊かになってくる。そう。じゃあ、あと頭ですね。ちょっとご飯食べましょう。ランチタイムで。はい。ごちそうさまでした。引き続き風にかけを言っております。ブタクサのシーズンですね。ブタクサの花粉にやられております。今日はレッドブル主催のチャリティーランに参加してきます。メンバーは大河君と高木さんと Q さんと僕で行ってきます。夜8時。脊髄を損傷した方への寄付ということで全世界同時に走るイベントです。で日本は8時から。我々寄付して参加と。参加費は全部全額寄付になるイベントですね。全額なんだ。全額。まず参加費は全額寄付で、走った距離もレッドブルが寄付される。レッドブルさんめちゃくちゃ寄付してる。じゃあたくさん走って、いっぱい寄付しましょう。
きました。お疲れ様です。はい。スポンサーっぽいですね。それっぽいですか。ピタッとはなったかなと思います。結構なんかあれ頭が低く見えるね。そうですね。はい。でしっかりここから上に向かってどんどん生えてくるんで、こんもりこんもりしてくると結構いい感じになってくるんじゃないかなと思います。はい。どうしても下向きというか上向きに生えてくる品種なので、綺麗になってくるんじゃないかなと思います。はい。ポイントとしては、下枝から順にですね、ピタッとかけていきましたけども、棚をどんどん作っていって、ピタッと綺麗にできましたので、いい感じになったんじゃないかなと思います。はい、さっきの姿だと売れなかったかもしれないけど、これは売れるかも。これなら売れるかもしれないね。これ今後はどういう作業が？今後はやっぱり懐の目を大事にしてちっちゃく作っていければいいと思いますので。じゃあもう一回り内側に入るような。そう。大きさもこれ以上大きくしないで、この大きさのまま作っていって葉を充実させていければいいと思います。あと今更聞くのはあれですけど、これ、幹磨けるんですか？磨きます。後でちょっと磨いていきますね。そういうのもできるんだ。シャリも削ったりとか、石灰溶合剤によって白くもできますので、なるほど。そういうのもやってみたらいかがでしょうか。はい。ということで1位の針金かけをしてみました。このように荒れたやつもきれいにやってあげればいいものになりますので、この骨のとこボディを見て選んでいただければなというふうに思います。盆栽は骨だってね、誰か言ってましたね。はい。ということで、この動画いいなと思いましたらチャンネル登録と高評価お願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。この後はチャリティーラン。チャリティーラン行ってきます。はい。おまけでチャリティーランどうぞ。どうぞ。レッドブルのテント。風の音すげえ入りそう。あれ走るんすか？歩くかっこいいね。かっこいい。お祭り男。いいね。ああ、いい。俺 Q さん T シャツ着てきたから。私も一応 T シャツ着てきた。これは何の？レッドブルとか言ったら。何これ？一人だけ。高級なやつね。高級ね。ラストのやつ。共有が変わった。さあ、これから走り切りましょう。無事に。乾杯。意外と明るいんだね。一緒に写真撮ってきな。ごめん。RTJ だ。合計4名の選手の皆様、そして栃木シティ FC からの選手が応援に駆けつけてくださいました。大きな拍手でお迎えください。伊沢投手選手、久保真理子選手、栃木シティ FC よりあれ友達？同級生？同級生。幼稚園から一緒。2021年12月に行われました J リーグ合同トライアウトで中心性脊髄損傷の大怪我を負いましたが、上半身麻痺で体が動かない状態も経験する中、懸命なリハビリで病を乗り越え、プロサッカー選手として今もピッチに立ち続ける選手でいらっしゃいます。じゃあ、当選手自己紹介のコメントの方お願いいたします。栃木シティの、ゴールキーパー相澤ピーター・小垣と申します。栃木シティというクラブは、田中パウロ純一でよくしてもらってると思うんですけど、僕自身も、5年前の、J リーグ合同トライアウトで、脊髄損傷という、怪我をしました。でそこから現在、幸い復帰できてサッカーできてるんですけど、こうやって、素晴らしいイベントに呼んでいただいて本当に光栄ですし、そのイベントのためにこんなにたくさんの方々が来てくださって、本当に僕も感慨深いです。今日は走ることはできないんですが、全力で盛り上げるので皆さんどうぞよろしくお願いします。
さあいよいよスタートです。いっぱい走ってチャリティーしましょう。1、イエーイ。結構早い。結構早い。結構早いんだけど。結構早いです。さあ真夜中の大宮第三公園。早いです。無理だってこのペース無理だよ私。高木行った。高木行った。頑張れ頑張れ頑張れ。あ、どこにいた。頑張れ。いってらっしゃい。頑張れ。どうした？もうやけ頑張れ。頑張れ。頑張れ。あと2分だよ。まだ走ってたんですかずっと。ウォーキングです。ウォーキングすげえ。ウォーキングだって。ずっといいの。いい、もう帰ったのかと思ったら。これは大河君ちょっと歩いてるな多分。あ、いたいたいた。歩いていいよ。今どうですか？何周目ぐらい？わかんない。20？どこ？ 6.8？ ああ、すごい頑張ってるね。カンタ君のがちょっと早いかな。もう帰っていい？何時まで？いや、追いつかれるまで。私も追いつかれたもん。今何キロですか？全然もう何周遅れです。何周遅れとかあるの？大河君はね 6.8 キロでした。ああ、すごい。大河よりじゃあ2周ぐらい早いってこと？へえ。頑張って、先帰ってるかも。大河さん、一回いいですか？一回いいですか？今何キロか見せてもらっていいですか？どこ？ 9。おお、すげえ。高木さんガチだな。記録と戦ってる。大河君脱落ということで、はい、記録はどうでした？ 8.96 キロ。キャッチャーカーに追いつかれました。8.96 キロ。関東君がもしかして10キロいけるかな。10キロもう超えたっつってた。村田さんも捕まっちゃいました？捕まりました。記録は何キロですか？7キロぐらいだったかな。おー、すごいね。でももう膝が途中歩いたりもして結構バリバリ歩いて。それでも捕まんないんだ。私5分で捕まった。早々にカメラに設置したからじゃん。いやもう1周目でさ、もう動機になっちゃった。1周止まらず走ったら、だからもうやんない方がいいなと思って。左手がしびれてきた。危ない危ない。両膝が。すごいね。自転車で帰るかなと。7.22km。おお、すごい。7.22。すごいね。ちょっと家から呼び出しがかかっちゃったの。すいません。お付き合いありがとうございました。もう私本当帰ろうかと思ってた。だって私以外全員帰ったんだよ。嘘。応援してた人たち。そうだよ。時刻はもう1時間15分皆さん走ってます。脱落組もちらほらと。いや絶対ガチだよねこの人たちね。早いもん。でも捕まったかあいつ。簡単まだ捕まってないね多分ね。そろそろ限界かな。限界だと思う。っていうかすごいね、10キロ走れんだねあの人たち。走ったことない10キロなんて今まで。
マラソン大嫌い。マラソン大嫌い。すっげえ。よく来たね。よく来たよ。しかも結構頑張ったよ。頑張った。 8キロ、8.96で9キロやり着く。9キロ。 9キロ走れたんだね。頑張ったよ。しかも何の準備もしないのにね。確かに。頑張ったね。お疲れた。おすごい。おー、すごい。追いつかれた？あ、じゃあもう、でもさっき言ったじゃん。戻ってきたの？もうすぐ終わった。あー。じゃあ高木さんも意外とこの一周で終わる可能性ある。終わると思う。ちょうどいい。ちょうどいいね。もう帰りたいから。ずっと待ってるから、みんな帰っちゃったから。おじさんも帰っちゃった。サッカー選手走っております。あんたくんの同級生。全然見てくれない。まだいけるね。まだいけるわ。もう危ない、もう。あれは300メートル後ろに来てる顔してたね。300メーターも一瞬。一瞬？スピードも上がってるし。今多分20キロぐらいで来てるから、後ろが。まだいける？もう怪しい。いける？頑張れー！ハッピーそろそろやばそうだね。大丈夫かな。明日休むんじゃない？あれ横腹やばいですよ。歩いてるね。頑張れー！諦めるな！走れ自分に負けんな！お疲れ。記録はすごい。14キロ。映ってんだこれ。明日お休みください。危ない。じゃあ無事みんな完走しました。1位は14キロ、14.68。はい、おめでとう。優勝です。ありがとうございます。ということで、はい。このイベントすごくいいイベントでして、で去年より倍になってるそうです、参加者が。来年も多分もっと大きくなると思うので、ぜひ僕らも地元のやつらみんな集めて盛り上げたいなと思います。確かに。来年はね、もっと皆さんそうですね、新宿とか都内の方も、会場別でありますので、ぜひ参加してみてはいかがですか。はい。もう私は遠慮しようかな。寄付はします。はい、寄付はします。だからジョグで来年行ったらいいんじゃない？ジョグ？バイクの？違う。ジョギング。ジョギングでね。いやだからもう最初のスタートの合わしちゃうとダメなんです。そう。だから後ろからスタートすればもうちょっとゆっくりできたなって思った。はい、来年も強制参加ということで。いや。よろしくお願いします。頑張りましょう。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。帰れるかな。